はじめまして、吹雪と言います。我が家には生後1ヶ月の可愛い娘がいます。私にとってはこれが初めての育児。先輩のママ、パパには育児が始まると全然寝れないよとめちゃくちゃ脅されてビビっていました。そんな中で妻から渡されたのがこの本、育休夫婦の幸せシフト制育児。この本には8時間の睡眠を確保できる育児方法が紹介されていました。そんな都合のいい育児はないでしょうと思われるかもしれませんが、実際に1ヶ月やってみたところ、本当にお互い8時間の睡眠をとれる夢のような育児ができたんです。これが育児の常識になればいいのにと思ったので、この育児方法が広まればいいなと思い、1日のルーティンを動画にしました。ぜひ参考にしてみてくださいね。シフト制育児というのは、夫婦の1人が8時間ワンオペをしている間にもう1人が睡眠をとる育児のルーティンです。具体的な1日のスケジュールはこちら。我が家の場合、深夜の2時から朝の10時まではパパがワンオペ、朝の10時から夕方の6時までは夫婦で2オペ、夕方の6時から朝の2時まではママがワンオペです。片方がワンオペをしている間にもう片方が睡眠をとります。このようなスケジュールにすることでお互いに8時間の睡眠ができるわけですね。では、シフト制育児がどんな感じなのか、実際の1日を見ていただきましょう。午前2時に起床。この時間から私のワンオペ開始です。お疲れ様です。妻から娘ちゃんの様子を聞いて、ここから8時間バトンタッチします。この日は0時30分にミルクを飲んでました。ピヨログを使うと引き継ぎがすぐに済むので、ぜひスマホに入れることをおすすめします。赤ちゃんの周りにはおしめ交換の道具を置いてあります。延々と交換するので、すぐに使えるようにしておきましょう。私は赤ちゃんの真横にテーブルを置いて文章作成や動画編集などを行っています。ワンオペの時に何かやる場合は中断しやすい作業をするといいですね。朝4時に泣き始めました。お腹が空いたみたいなのでミルクをあげます。新生児の授乳はだいたい3時間おき。ピヨログをつけておくとタイミングの予測がつけやすいです。ワンオペの時に吐いてしまうと結構大変なので、様子を見ながらミルクをあげましょう。ミルクが終わったらゲップです。ゲップは全然寝ない時もあるので、寝ない時は諦めちゃいましょう。その時は後々吐かないか注意してみてあげてくださいね。ミルクをあげたら哺乳瓶を洗います。うちは助産師さんのアドバイスで大人用の洗剤で洗って OK と言われたので、普通の洗剤で洗って消毒液につけています。ちなみに乳首は SS と M を使っているのですが、今のところ特に問題ありません。お下がりなどで乳首のサイズがバラバラの場合は、とりあえず使ってみてダメそうだったら買い直すと良いと思います。妻の胸が張って起きてきたので搾乳してくれた母乳をあげました。8時間の睡眠時間がありますが、それでも胸が張ったり傷が痛んだりしてちょいちょい起きてしまいます。安産なんて言われた後でもこれなんですから、産後の女性は本当に大変ですね。
ンチをしたのでおむつを替えます。ミルクははいはいをあげていますが、今のところお通じが良くていいですね。変えている間に追加で吹き出す時があるので、防水シーツとティッシュも用意しましょう。朝になったのでリビングに場所を変えます。作業場所を赤ちゃんのすぐ近くに変えられるので、ノートパソコンは便利ですね。この作業体制だとイラスト制作は難しいのですが、テキストを打ったり動画を編集するくらいはできるのでありがたいです。ミルクを作る時のお湯は電気ポットで常備しています。いろいろ調べた結果、これがコスパと時短のバランスが良さそうでした。買ったポットはアイリスオーヤマの IHD130D。 保温の温度が選べる機種でしたら何でも OK だと思います。ウォーターサーバーと迷っている方は参考にしてみてくださいね。娘ちゃんが落ち着いたところで食事の準備。しっかりとした食事はお昼の2オペの時間に夫婦でとるので、1オペの時間中は軽く小腹を満たす食事が多いです。自分はプロテインを飲んだり汁物を多めに作って食べたりしています。汁物を多めに作っておくと妻が起きてきた時に小腹を満たせるので、この時間はお味噌汁とかを作ることが多いです。ちなみに家事は時短家電をフル活用。リビングの掃除はロボット掃除機に、食器洗いは食洗機に、洗濯はドラム式洗濯機にやってもらっています。共働きの子育てには絶対時短家電があった方が良いです。妻が起きてきたので2オペ開始。娘ちゃんを任せて買い物に出かけました。近くのスーパーへ食材を買いに行きます。産後の女性はとにかく痛みがあるので歩くのも一苦労です。役所の手続きや買い物など外出が必要な用事は体が無事な方が基本的にやるようにしましょう。お昼ご飯の準備をします。今日はチャーシュー丼と朝に作ったお味噌汁を食べようと思います。業務スーパーで柔らか煮豚を買っていたのでそれを使います。目玉焼きも用意して、温めた煮豚にフライパンで焼き目を入れます。盛り付けをして完成です。育児中は赤ちゃんの都合でいろいろなものが中断されてしまうので、食事に関してもさっと作れてさっと食べれるものにしておいた方が良いです。ちなみに育児中の摂取カロリーは動かない時間が多いので少し少なめにしています。自分は1600キロカロリーから1800キロカロリーを目安にタンパク質を 60g、 残りを炭水化物多め、脂質少なめで、妻は母乳をあげていますからカロリー消費も少し多いと思うので、女性ですが自分と大体同じで食事をとっています。娘ちゃんのお風呂タイム、夕方4時くらいに始めます。スポンジタイプのお風呂マットを使って洗面所で洗います。しっかり安定して洗えますし腰も痛くならないので、蛇口が伸びるタイプの洗面所でしたらこの方法がおすすめです。使っているお風呂マットは概要欄に書いておきますね。娘ちゃんのお風呂が終わったら自分もお風呂に入ります。片方がお風呂へ入っている時にパートナーに娘ちゃんを見てもらっているので2オペ中に入ります。夕方6時になったので私の起床時間は終わりです。ここからは妻が8時間1オペで、その間に自分が8時間寝ます。ここまでがシフト制育児のルーティンです。睡眠時間が確保できる夢のような育児。
しかしシフト制育児を行うにはいくつかの条件があります。それは次の3つ。1、夫婦お互いが育休を取っている。2、夫婦お互いがワンオペができる。3、どちらかが昼夜逆転生活ができる。これが条件です。一つずつ説明していきますね。まずはこれ。夫婦で育休を取っていないと無理なので少しハードルが高いですね。男性はまだまだ育休が取りにくいのが実情です。取れたとしても1週間など長期の取得はなかなか厳しいです。でも最近はパパ育休が普及し始めてきたので、お互いに育休を取れる方はチャンスですね。どちらかが寝ている間はもう片方がワンオペをしなければなりません。当然夫婦それぞれがワンオペできることが必須です。ママは助産師さんなどに習うと思いますが、パパは自分で予習が必要ですね。私の場合は育児本を読んで予習したのですが、 YouTube などで勉強するのもいいと思います。おむつを替える、ミルクをあげる、最低限これができればシフト制育児はできると思います。親も育児の初心者ですので、育児をする中で成長するようにしましょう。どちらかは深夜から育児を始めるので昼夜逆転生活になります。この時間帯に起きることが可能な人がいないとこのルーティンは成立しません。なので慣れるまで少し大変かもしれませんが、深夜の育児担当の人は育児が始まる少し前から深夜生活をしてみましょう。シフト制育児をする際にパパに心得ておいてほしいことがあります。それはどれだけ頑張ってもママと対等の立場ではないということです。シフト制育児はパパの協力が大事。パパもワンオペできないといけないので、パパは自分も頑張っていると感じているでしょう。でもママのボロボロな状態を考慮するとどうでしょう。産後のママは交通事故直後の怪我人と言われます。軽傷で済んだママの場合でも遠因切開をしていたりします。これを男性に置き換えると、の皮や肛門を刃物でサクッと切られている状態です。ゾッとしますよね。もし母乳で育てるのであれば、吸われすぎて乳首が切れちゃうこともあるんです。乳首を刃物で切られている状態を想像してみてもゾッとしますよね。出産や陣痛の痛みは想像できなくても、切れ込みを入れられた痛みなら想像できるでしょう。女性は実際に切れてしまっている状態で育児期間を過ごすわけですから、その痛みに耐えている状態を察すれば、どれだけ頑張っても対等とは言えないでしょう。動くだけでも体中が痛む状態ですので、家事や買い出し、手続きなどは率先してパパが行うようにしてください。シフト制育児をする際のコツですが、完璧を目指さない。これを心がけた方がうまくいくと思います。育児はどうしても完璧を目指しがち。大切な我が子の命がかかっていますから。でもシフト制育児はチーム戦です。チーム戦は完璧を目指すのが非常に難しいです。お互いワンオペを行うので、自分なりにこうした方が良いという部分が出てきます。パートナーに対して気になることやこうしてほしいと思うこともですが、こだわってしまうことが多いほどストレスが発生して破綻の可能性が高くなります。助産師さんのアドバイスを参考にしながら、致命的なこと以外はお互いを考慮した育児方法を模索するようにしましょう。何か提案や指摘をされた場合は話し合う余裕を忘れないようにしたいですね。シフト制育児はいくつかのハードルがあるものの、うまくいけば本当に素晴らしい育児ルーティンです。1ヶ月間試してみましたが、この育児方法が常識になればなと思うばかり。娘ちゃんが大人になる頃にはこの育児方法が常識になって、寝れる育児が主流の世の中になっていると良いですね。ぜひこの動画をきっかけにシフト制育児にチャレンジされる方が増えるといいなと思います。今回の動画は以上です。ここまでご視聴ありがとうございました。